やっぱりベルギーのアントワープは綺麗ね。オーストラリアのサザンクロスも味があるっていうか、日本の金沢も雰囲気が出てていいわ。何を見ているんだレ夢ム。ああ、マリサ。最近ネットサーフィンで世界の駅を見るのにハマっているの。駅ごとに国や文化の特色が出ていて、とっても面白いのよ。へえ。確かにこう見ると巨大な芸術作品にも見えてくるな。でしょう。あら、この駅もシンプルだけどシャンデリアとかがいっぱいあって素敵ね。一体どこの国の駅かしら？これは北朝鮮の平壌駅の地下鉄だな。世界で一番深い地下150メートルを走ることで有名なんだぜ。てっきり北朝鮮だから、未だに手動トロッコが走っていると思っていたわ。それはさすがに偏見が過ぎるのぜ。実は北朝鮮の鉄道は電気で走る割合、すなわち電化率が 80% を超えていて、これは韓国や日本よりも高い割合なんだぜ。すごいじゃない？てっきり国全体が貧乏でまともな電車が走っているとは思っていなかったわ。北朝鮮の鉄道って意外にもハイテクなのね。まあ、データ上はそうなっているけれど、もちろん現実は異なっているぜ。そうだ。今日は北朝鮮の鉄道事情について解説していこうと思うぜ。ありがとう。よろしくお願いするわ。まずはこれを見てほしいぜ。これは路線図かしら？その通りだぜ。これは北朝鮮の路線図だ。地続きになっている中国やロシアからも国際線が通っている。中国へで稼ぎに行っていた労働者は、帰ってくるときは北京経由の鉄道を使ってくるぜ。日本人も北朝鮮を観光したい場合、こういう風に入国することもできる。もちろん、入国と同時に監視が張り付くが、どちらも比較的北朝鮮と仲がいい国ね。ああ、隣国の韓国との路線はないぜ。韓国側は繋げようという働きがあるみたいだが、まだ着工できてないらしい。社会主義国家だからインフラ整備には熱心なのかしら。少し見直したわ。レ夢ムは少し楽観的すぎなのぜ。貧困問題を無視し、軍備費ばかりに金をかける北朝鮮が本当に鉄道インフラを重視していると思うのか？やっぱり裏があるのね。ああ。基本的に北朝鮮の鉄道品質は世界ワーストレベルで最悪だ。全体的にひどく老朽化していて枕木はボロボロなものが多い。レールもしっかり固定されていないから、電車が走るたびにレールが4センチ、連結部は7センチも浮かび上がってしまうんだ。鉄道に詳しくない私でも、なんとなくやばいってことはわかるわ。だって、日本の電車でも石一つ置いただけで大問題になるんだもの。その通りだ。口述するが、それが原因で1000人単位が被害を被った痛ましい事故もある。さらには時速 50km 以上では走れないし、重い貨物車が走ればレールが潰れてしまうくらいの劣化ぶりだ。自分の命を預けるにはあまりにも危険すぎる乗り物だぜ。北朝鮮は整備しようと思わないのかしら？だって、インフラってとっても大切なものでしょう。国が軍事で金を食い潰してしまうからな。安全よりもロケットだ。それに加えて貧しい地元民が、勝手にレールを固定する部品、犬釘を抜いて鉄くず業者に売ってしまっているケースがあるんだ。貧窮の悪循環で、ますます安全性が損なわれていくというわけだぜ。食うものに困ってやってしまう犯罪は責められないわね。2019年度の北朝鮮の推定軍事予算は75億ドル、約8100億円と言われている。もしこの少しでも鉄道事業に回していたら、もっと安心安全のインフラが築けるはずなんだけどな。かわいそうなのは国民ね。プライド捨てて、外国にお願いすることはできないのかしら。そもそも、北朝鮮初の鉄道は1900年の日本統治時代に作られた京陰線だ。その当時、大日本帝国は現在の朝鮮半島にある豊富な資源を獲得するために、鉱山の開発や重工業を発展させ、それに伴い鉄道インフラを整えたんだ。1906年には、京義線、1910年には京南線が開通し、その後も鉄道は伸び続けていった。1926年には日本政府が朝鮮鉄道の12年計画を発表し、鉄道建設ブームが巻き起こったんだぜ。まさに朝鮮半島鉄道創世期ね。もしかしたら、今よりその時の方がインフラは良かったんじゃないの？そうとも言えるだろうな。しかしその後、これらの鉄道は破壊されることになる。どうしてだと思う？もしかして、朝鮮戦争？察しが良いな。その通り、1950年に始まった朝鮮戦争が原因で、朝鮮半島は戦火に包まれた。戦争時、物資を大量輸送できる鉄道は大事な補給線になる。だから、多くの路線が破壊されてしまったんだ。ひどい。けれど、それが戦争なのよね。南北が分裂し、正式に朝鮮民主主義人民共和国になってから、北朝鮮は鉄道を重視したんだ。同じ社会主義国家の中国、ソ連、東ドイツから技術を学び、独自の機関車や路面電車を作っていたんだぜ。その時は非常に鉄道を重んじていたんだが、今じゃこのありさまね。
現在も新型機関車を開発しているそうだが、まだまだ数が少なく、国民に還元されているとは言い難いな。それに、レールの整備についてのニュースはほぼないし、早く北朝鮮の皆さんが、安心して乗れるように願っているわ。さあ、ここからはさっき話したように、この劣悪な品質のせいで起きてしまった事故について解説していこうと思うぜ。なんだか嫌な予感がするわ。だって、徹底的に安全を追求している日本の鉄道でも、一度脱線したら100人単位の人間が亡くなるって聞くし、JR 福知山線脱線事故のことだな。当時は乗客と運転士を合わせて107名が死亡、562名が負傷したんだ。しかし、北朝鮮は100人程度では済まない。600人、最悪の事故だと数千人が亡くなったんだ。数千人、たとえテロリストがわざと事故を起こそうと思っても、こんな被害にはならないわよ。そうだ。これから、北朝鮮で起きた3つの大事故を紹介するぜ。それと今この動画を見ている視聴者さんへなんだが、これから悲惨な事故状況を供述するので、苦手な人はスキップしてくれると助かるぜ。まず一つ目は1989年の平壌から温村に向かう列車が鉄橋で落下した事故だぜ。当時その列車は9本の中速で帰省する人たちでごった返していた。乗車率は100を超え、屋根の上まで乗っていたそうだぜ。まるでインドの鉄道みたいね。しかし、列車がプンジョン駅を出て、ソンネ駅の直前にある鉄橋に差し掛かった時、急転覆し5両の車両が谷底へ真っ逆さまに落ちたんだ。その距離、約数十メートル。助かった人はどれくらいいたの？それは申し訳ないがわからないぜ。この事故は不運なことに落ちた川が浅かったんだ。そのため数百から1000名の人間が死亡した。軍が現場をすぐに封鎖し、怪我人と遺体を収容したんだが、あまりの悲惨さに精神的ショックを受けてしまったそうだ。私だったら耐えられないわ。いや、誰だって耐えられないぜ。とある証言によると、現場の収容をする前に医療用アルコールを渡されて、飲み干すように言われたんだ。一時的に感覚を麻痺させるためなんだが、それほどひどい状況だった。頭部が半分吹き飛んでいたり、機械に下敷きにされて潰れていたらしい。まるで地獄ね。次に紹介するのは、1996年のチャガンドのマンポからピョンアンナムドのスンチョンを結ぶマンポ線で起きた事故だぜ。この路線はピョンヤンへ続く重要な路線なんだ。事故が起こった16、15号列車は、事故の直前停電の影響で1時間遅れでマンポ駅を出発。全部で12両だったんだが、遅れのせいで乗客がすし詰め状態だったらしい。兵士や商人など、いろんな人が乗っていたそうだ。ちなみに、この時も屋根の上に登っている人がいたぜ。すでに嫌な気がするわ。この路線にはケゴケという、いわゆる難所と呼ばれる場所があった。トンネルと急勾配が連続し、2つの機関車で牽引とスピード調節をしなくては進めなかった。もちろん、危険性を認知していて、万が一ブレーキが効かなくなった時、わざと脱線させて事故を防ぐ安全装置も十分に設置されていたんだ。じゃあ、なんで事故に？老朽化だ。日本統治時代からほとんど整備されておらず、レールも枕木もボロボロだった。毎年2件は事故が起こる危険地帯だったが、当局は予算不足から修理を行わなかったんだぜ。その当日も機関車を含めて14両編成で運行するはずだったんだが、機関車不足で後方の機関車なしで運行することになってしまった。その時は車両が12両と機関車1両で、合計13両だったのね。運転士は自分の腕を信じて運転するしかなかった。しかし、さらにもう一つ事故の要因が加わる。本来なら 3300V の直流電流が流れるはずだったのが、電力不足で2000から 2300V しか得られず、十分な性能が発揮できなかったんだ。悪条件が重なりすぎているわね。これはどれほど熟練運転士でも事故するに決まってるわよ。実際、途中まで問題なく運転できていた。しかし、トンネルを何個か通過した時にブレーキから空気が漏れて制御不能になる。急な下り坂で列車は加速し、通常よりも高速で線路を走ったんだ。運転士は焦っただろうが、乗客は異常事態にも気づかず、このスピードなら朝までに帰宅できる、と喜んでいたみたいだぜ。運転士以外は誰も異変に気づいていなかったの？いや、屋根の上の人たちは気づいた。だけどスピードが速すぎて飛び降りることもできなかった。運転士は努力したものの事態を好転させることはできず、客車は崖から転がり落ちた。数百メートルも落下していったぜ。累計死者数は約5000人だ。5000人って、戦争規模じゃない？ちなみに運転士は生きていたぜ。それは良かったわね。一人でも生き残った方がいいわ。いや、その後に責任を問われ、ケチョン、鉄道総局の司令長、現場の鉄道隊長などの7人と一緒に死刑になった。むちゃくちゃじゃない？そもそも、北朝鮮政府がケチったからでしょう。そうだ。でも、責任は誰かが取らなくてはいけない。政府は現場に押し付けた形になるな。
これはいくらなんでもかわいそうだわ。最後は少し毛並みが違うぜ。軍需工場の17号工場という場所がある。ここは火薬を製造する工場なんだが、製造した25トンの火薬を積んで停車していた貨物列車に火がついたんだ。他の工場へ行く通勤客もそれをやじ馬していたんだぜ。なんで火のついた火薬を積んだ列車をやじ馬したのかしら。そしてちょうど通勤列車が到着した時に大爆発が起こったんだ。駅舎は粉々になり、近隣住宅地も吹き飛ばされた。死者数は約3000名で、負傷者は1万名にも上る最悪の事故になったぜ。最後のは鉄道とはあんまり関係ないような気がするけど、ちゃんと安全に配慮してればこうならなかったはずよね。紹介した3つの事故は、独裁体制からなる人命軽視によるものだろうな。いかに軍事に金を注いで力を誇示しても、GDP は1兆8000億と鳥取県並みで国民の生活は最低だ。結局はハリボテに過ぎないんだぜ。それに国家の動脈とも言える鉄道を軽視しているあたり、政治は三流というのもおこがましいな。マリサ、今回は随分と攻めるのね。でも、確かにインフラは国家が最低限保障しなくてはいけないことだわ。北朝鮮当局はもっと安全な鉄道作りを心がけてほしいわね。動画前半でも言った通り、近年韓国が南北の鉄道を連結しようという運動が高まっているんだ。もしこれがきっかけで国交が回復したら、少しでも北朝鮮国民が豊かになるかもしれない。ちょっと打算的な考え方だけど、北朝鮮も余裕が持てれば核開発とかしなくなって、日本も少しは安全になるかもしれないしね。ああ、北朝鮮の鉄道に良い変化が起こることを祈るばかりだ。というわけで今回の動画は以上だ。ご視聴ありがとうございました。